皆さん、こんにちは。高橋です。今日も日本語の聞き取りを練習しましょう。今回のテーマは、日本でドライバーとして働くことです。仕事の話を通して、自然な日本語を聞いていきます。これは運転のやり方を教える動画ではありません。安全や確認、報告の言葉に注目してください。今日は松田さんに来てもらいました。松田です。よろしくお願いします。松田さんは日本で配達の仕事をしていたんですよね。そうです。小さなトラックで荷物を運んでいました。聞く人は短い指示や仕事の流れを意識してみてください。難しい言葉があっても場面から意味を考えましょう。配達の仕事では同じ言葉を毎日何度も聞きました。だから少しずつ耳が慣れていきました。最初はどんな気持ちで仕事を始めましたか？楽しみでしたが、道を間違えないか心配でした。道だけでなく、時間や荷物の確認も大事ですね。その通りです。運転より前の準備も多かったです。では、松田さんの一日の流れを聞いていきましょう。皆さんも自分ならどうするか考えながら聞いてください。この仕事を選んだ理由は何でしたか？外に出る仕事をしてみたいと思ったからです。ずっと同じ場所にいるより、町を回る方が自分に合うと思いました。面接ではどんなことを聞かれましたか？運転の経験と時間を守れるかを聞かれました。それから、人と話すのが苦手ではないかも聞かれました。配達は一人の仕事に見えても人と話す場面がありますね。そうです。会社でもお客様とも短くはっきり話す必要がありました。仕事が決まったとき何を準備しましたか？会社の場所と家からの時間を先に調べました。朝が早い仕事なので遅れないようにしたかったです。最初の日から時間を守ることは大切ですね。一度遅れると、その日の予定が全部ずれてしまいます。入る前に不安だったことはありますか？知らない道を毎日走ることが不安でした。地図を見ればわかると思っていましたが、実際は違いました。地図だけでは足りなかったようですね。はい。細い道や一方通行が多くて、最初はよく迷いました。助手の形を覚えることも仕事の一部だったわけですね。毎日同じ地域を回るうちに、少しずつ道が頭に入りました。最初の研修では何を教わりましたか？荷物の確認、車の点検、報告の仕方を教わりました。特に、わからないときはすぐ聞くように言われました。わからないまま進めると後で困ることがありますね。小さな確認をしなかったせいで、時間を失うこともありました。初日は何時頃会社に着きましたか？朝の6時半頃です。まだ外は少し暗かったです。事務所には、もう何人か先輩が来ていました。その空気は緊張しましたか？とても緊張しました。みんな静かに準備していました。朝の静かな時間に仕事の一日が始まる感じですね。まず、
その日の荷物の数を確認しました。住所を見ながら、どの順番で回るかを考えました。順番を考えるだけでも時間がかかりそうですね。近い場所から行けばいいわけではありませんでした。時間指定の荷物があるので、先にそちらを考えます。近さより約束の時間が大事な場合もありますね。そのことを知らずに出発すると、すぐ遅れてしまいます。車の点検では何を見ましたか？ライトやタイヤ、ガソリンの量を見ました。先輩は、急いでいても点検を飛ばすなと言いました。安全に関わることは、急いでいる時ほど大事ですね。本当にそうです。急ぐ時こそ、落ち着く必要がありました。初めて一人で車に乗った時、どう感じましたか？前の日に寝たはずなのに、体が少し重かったです。でも、荷物を見ると、やるしかないと思いました。その感じは、初日の仕事らしいですね。エンジンをかける前に、深く息をしました。それから、最初の住所をもう一度確認しました。確認してから動く習慣が少しずつ身につきましたね。荷物を車に積むとき、気をつけることはありましたか？重いものを下にして、すぐ出すものを近くに置きました。何も考えずに積むと、後で全部探すことになります。最初の準備で、後の仕事の速さが変わりますね。はい。車の中は、小さな倉庫みたいでした。道は、アプリを見ながら走りましたか？出発前に地図を見て、大体の流れを覚えました。走っているときは、画面ばかり見ないようにしました。安全のためには、前を見ることが一番大事ですね。地図は便利ですが、頼りすぎると危ないと思いました。最初の地域は、どんな町でしたか？駅の近くで、マンションと小さな店が多い町でした。朝は人が多くて、道も思ったより混んでいました。時間に間に合うか気になりましたか？最初の一軒から時計を何度も見ていました。でも、急ぎすぎると確認を忘れてしまいます。速さと落ち着きの間でバランスが必要ですね。先輩も、早いだけではダメだと言っていました。最初のお客様は覚えていますか？マンションの3階に住んでいる人でした。インターホンで会社名を言うとき、声が少し震えました。それだけ緊張していたようですね。荷物を渡した後、やっと一つ終わったと思いました。小さな成功でも初日は大きく感じますね。その一件のおかげで、少しだけ肩の力が抜けました。住所を読むとき、難しいことはありましたか？同じような建物の名前が多くて、よく迷いました。部屋番号を見落とすと、すぐ違うところへ行ってしまいます。住所は最後まで読む必要がありますね。番地だけで安心すると、失敗します。マンションではどんな場面が多かったですか？入り口が2つあったり、管理人室が別だったりしました。初めての建物では、まず全体を見てから動きました。すぐ走らず、場所を見てから判断する必要がありますね。慌てると、入り口を間違えて時間を失います。
お客様との会話は長かったですか？ほとんどは短かったです。名前を確認して荷物を渡します。でも、短いからこそ、はっきり話さなければなりません。短い日本語の中に仕事の大事な意味が入っていますね。お名前をお願いしますと何度も言いました。最初は口がうまく回りませんでした。それは練習で変わりましたか？毎日言っているうちに自然に出るようになりました。不在の時はどうしましたか？会社の決まりに合わせて不在の紙を書きました。勝手に判断しないで必要なら会社に確認しました。自分だけで決めないことも仕事では大切ですね。決まりを守らないとお客様にも会社にも迷惑がかかります。配達は一人で動いていても会社の仕事でもありますね。その意識を持つまでに少し時間がかかりました。雨の日の配達はやはり大変でしたか？大変でした。荷物を濡らさないように気を使いました。足元も悪くなるので、急げばいいわけではありません。雨の日ほど落ち着いて動く必要がありますね。道が混むと予定通りに進まないことがあります。予定がずれた時は何をしましたか？まず会社に連絡して、今いる場所を伝えました。一人で悩むより、早く報告した方が良かったです。報告が早いと、周りも次の準備ができますね。遅れてから言うと、できることが少なくなります。夏の暑い日は体も疲れましたか？とても疲れました。車から降りたり乗ったりを繰り返します。水を飲む時間を作らないと集中できませんでした。体の調子を守ることも仕事の一部ですね。無理をすると確認も運転も雑になります。冬は冬で違う大変さがありますか？手が冷たくなって紙を書くのが遅くなりました。暗くなるのも早いので住所が見にくい日もありました。季節によって同じ仕事でも感じ方が変わりますね。まさにそうです。天気は毎日の仕事に大きく関係しました。天気が悪いとき、先輩から何か言われましたか？時間より安全を先に考えろと言われました。その言葉は今でもよく覚えています。仕事を続けるためにも安全は土台ですね。早く終わることだけを考えていた時期もありました。仕事に慣れる前に大きな失敗はありましたか？一度、似ている名前のマンションを間違えました。入り口まで行ってから、住所が少し違うことに気づきました。それはかなり焦りますね。焦りましたが、その場で会社に電話しました。先輩は、まず落ち着いて住所を読み直せと言いました。ミスの後の動き方で状況が変わりますね。隠そうとすると、もっと大きな問題になります。その後、どうやって同じミスを防ぎましたか？建物名だけでなく、番地と部屋番号も声に出して確認しました。出発前に1回、着いてからもう1回見ました。2回見るだけで安心感が違いそうです。時間は少しかかりますが、間違えるよりずっといいです。お客様に謝る場面もありましたか？
ありました。遅れた時は、まずきちんと謝りました。言い訳を長く話すより、短く伝える方が伝わりました。仕事では言い方も信頼に関わりますね。暗い声で話すと、お客様も不安になります。声の出し方まで考えるようになりましたね。配達は荷物だけでなく、安心も届ける仕事だと思いました。その言葉は仕事の見方が変わった感じがします。最初は運ぶだけだと思っていました。でも、受け取る人の時間や気持ちも考えるようになりました。経験の中で仕事の意味が広がっていきましたね。その変化が自分でも少し嬉しかったです。一日の中で一番ほっとする時間はいつでしたか？昼の休憩で、車の中でおにぎりを食べるときです。短い時間でも、静かになると頭が整理できました。一人の休憩時間も仕事を続けるために大切ですね。午後はまた荷物が増えることがあるので、休むときは休みました。午後の仕事は朝と違いましたか？店や会社への荷物が多くて、人と話す場面も増えました。受付の人に担当者の名前を聞くこともありました。相手によって話し方を少し変える必要がありますね。会社では少し丁寧に話すようにしました。同じ配達でも場所によって雰囲気が違いますか？かなり違います。住宅は静かで、店は忙しいです。病院や学校では、特に声の大きさに気をつけました。周りの場所に合わせて動くことも必要ですね。その場の空気を読むことは、思ったより大切でした。会社に戻った後はすぐ帰れましたか？すぐではありません。残った荷物や紙を確認しました。報告をしてから、一日の仕事が終わります。戻ってからの確認まで仕事に含まれますね。そうです。車を降りたら終わりではありませんでした。先輩との関係は少しずつ変わりましたか？最初は聞くばかりでしたが、だんだん相談できるようになりました。失敗を正直に話すと、先輩も具体的に教えてくれました。正直に報告することが信頼につながりましたね。隠さない人だと思ってもらえたことは大きかったです。慣れてきたと感じたのはいつ頃ですか？2ヶ月ぐらい経った頃です。朝の流れが体に入りました。荷物を見ただけで、大体の順番を考えられるようになりました。毎日の繰り返しで判断が少し早くなりましたね。でも、慣れた時こそ気をつけろと先輩に言われました。その言葉にはどんな意味がありましたか？慣れると、確認を飛ばしたくなるからです。その時にミスが起こりやすいと知りました。慣れることと油断することは違いますね。本当に違います。慣れても、基本は変えてはいけません。会社から任される仕事も増えましたか？少しずつ増えました。新しい地域を回ることもありました。その日はまた新人に戻ったような気持ちでした。地域が変わるだけで仕事の感じも変わりますね。道、建物、人の流れ、全部少しずつ違いました。新しい地域では何を最初に見ましたか？
駅と大きな道路、そして車を止められる場所です。止める場所がわからないと、荷物を持って歩く時間が増えます。見えない準備が体の疲れにも関係しますね。そう思います。仕事は車の中だけで決まるわけではありません。この仕事をして主への見方は変わりましたか？変わりました。前は店や道をなんとなく見ていました。今は入り口や階段、車の流れまで見るようになりました。仕事を通して主の細かいところが見えるようになりましたね。普通に歩いていた時には気づかないことばかりでした。ドライバーの仕事で一番学んだことは何ですか？一人で動く仕事ほど報告が大切だということです。会社に見えていなくても自分だけで仕事をしているわけではありません。一人の時間が長いからこそつながりが必要になりますね。報告をすれば誰かが次の手を考えられます。日本語の面では何が役に立ちましたか？短く確認する言い方です。長く話すより大切でした。念のため確認しますという言葉をよく使いました。確認の言葉は相手を安心させる力がありますね。何も言わずに迷うより短く伝えた方が良かったです。これから同じ仕事を始める人に何を伝えたいですか？最初から早くできなくても落ち込まなくていいです。毎日確認しながら動けば少しずつ慣れます。速さよりまず正しく届けることですね。そうです。正しく届けることが次の信頼になります。この仕事を続けて良かったと思う瞬間はありますか？お客様にありがとうと言われた時です。短い言葉でも一日の疲れが少し軽くなりました。その一言で仕事の重さが少し変わりますね。はい。だから私も相手に丁寧に話そうと思いました。松田さん、今日はありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。今日の話では、配達の仕事の流れを聞きました。時間、荷物、報告など、大事な言葉が出てきました。皆さんは、どの言葉が一番印象に残りましたか？聞き取りにくかった表現があればコメントに書いてください。次の動画でそういう表現を使うかもしれません。配達の仕事を通して日本語の短い確認が大切だと感じました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次の練習で会いましょう。